ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。2019年に満を持たして登場した京成3100型は2003年に投入された3000型以来16年ぶり新型車両としてデビューしました。3100型は先代の3000型のフルモデルチェンジ車両として京成グループ標準車両として設計製造されており、京成では成田スカイアクセス専用の車両から製造され、同様の設計で一部の仕様変更を加えた車両として新京成では N800 型の後継となる8万型も登場しております。しかし京成では新たに新型車両3200型の導入を発表。それに伴って3100型は成田スカイアクセス専用の編成のみ7編成を製造した段階で製造がストップすることとなり、結果として3100型は成田スカイアクセス線のアクセス特急で用いるための専用車両という位置づけにて、近年の京成の中では少数派に終わってしまいました。本来は京成本線向けにも導入予定があったと思われる3100型。なぜ3100型の製造が少数でストップされてしまい、新型車両3200型の増備へ全面的に切り替えられたのでしょうか。またそんな3100型の魅力とは一体何でしょうか。今回の動画ではそんな3100型の魅力に触れながら、どうして3100型が当初の予定外になったと思われる少数派車両になったのか、その理由などについて探りながら解説・考察をします。それでは本編へどうぞ。京成3100型の概要。京成3100型は2019年10月よりデビューした成田スカイアクセス線のアクセス特急で主に使用される電車です。受け継ぐ伝統と新たな価値の創造を設計コンセプトとして、京成の通勤車両における質実さ、実用本意という設計思想を重要視しつつ、その翌年の2020年夏に開催される予定だった2020東京オリンピック・パラリンピックを見据えて、バリアフリー機能をさらに強化するだけでなく、成田空港からやってくる訪日外国人旅客への対応など、空港利用者の利便性に配慮した設計とされています。最初に投入される車両は成田スカイアクセス専用で、車両番号は既存の成田スカイアクセス専用の3000型7次車に倣い、51から番号が付与される様式とされました。それまで成田スカイアクセス線の京成持ち車両として使用された3050番台の車号を名乗る3000型7次車については、この3100型の導入に伴い順次成田スカイアクセス線から撤退。外観のカラーリングをそれまでの水色を基調としたいかにも空港アクセス車両であることを強調したカラーリングから、他の3000型と同じ赤と青のシンプルなカラーリングへ変更。他の3000型などと同様に京成本線主体の運用とされ、玉突きで老朽化した3600型や3400型を置き換えていきました。3100型の外観は基本構造こそ3000型とほぼ同一ながら、成田スカイアクセス線のラインカラーをオレンジとした上で、誤乗防止目的でオレンジ主体のカラーリングとされました。その上で沿線の観光地や飛行機のアクセントを入れ、このアクセントを水色の3050型と同じく赤と青で表現することで、京成の電車であることも同時に表現されています。この際成田スカイアクセス専用車両は6編成体制から1編成増加した7編成体制へと変更されたと同時に、既存の3000型7次車についても3100型の導入に合わせ変更されることなく転用された3051編成を除き、3100型増備完了までの間つなぎで運用することを目的に、3100型のデザインをベースとして一部処理を3000型に合わせたオレンジ色のカラーリングに変更されて運用されました。その他の外観面で3000型と変わった点は、側面の車号表記がそれまでのプレートではなくシールとされ、フォントの変更と同時に場所がより上方に移動したこと、前面形状が曲面を使いつつも比較的シンプルだった3000型に対して、3100型では絞りや折りを入れた比較的複雑な形状となった点、側面の LED 式行き先案内表示器がそれまでの3000型、3700型が採用する
横144ドット×縦32ドットの標準的なサイズから横192ドット×縦48ドットと大型化されており、多言語案内や駅ナンバーを表示させることができるようにし、より見やすくかつより多くの情報を提供できるようにしています。なお機器類については京成の主要取引先である東洋電機製造として普通鉄道用で初めての本採用となる SiC 半導体を用いた VVVF インバータを採用し、3000型が使用するそれまでの VVVF インバータと比較し、小型化と 15% の省エネ化、約3分の2の重量軽減を図っています。しかしそれを含めても特に特筆すべきポイントはないため、機器類の紹介についてここでは省かさせていただきます。3100型の魅力は車内にあり、そんな3100型の特徴や魅力についてですが、それは車内に詰まっていると言えるかと思います。まず車内に入ると特に目を引くものとして、こちらの座席。中央部分を跳ね上げ構造とすることによって、スーツケースを置きやすくしているのです。跳ね上げ構造の座席というのはすでに実用化例があり、JR 北海道の731系や201系気動車、名鉄3500系のドア付近の座席、また首都圏の方でかつて特に馴染みが深かったものとして、JR 東日本の各線や東急田園都市線などでかつて見ることができた6扉車の収納式座席などがその実例として挙げられます。しかしこれらは混雑時に座席を跳ね上げて収納し、閑散時間帯などそれほど混雑しない時間帯だけ座席として使い、閑散時間帯の快適性を上げるためというものです。3100型の場合はそういった混雑対策の使い方ではなく、跳ね上げられる座席も立ち席スペースを広げられるであろう、ドアに近い部分の座席ではなく中央部の座席です。こういった使い方で跳ね上げ座席を設置する例は、少なくとも日本の鉄道ではほとんど類似例を見かけません。また座席の跳ね上げが可能な部分の足元には、キャスターの暴走を少し緩和できるストッパーも設置されており、通勤電車にスーツケース置き場を設けるにあたっての一つの回答ということが可能なものになっています。なおこの設備はあくまでも空港アクセス列車であるアクセス特急で主に使用される車両ということで、3100型に設けられた固有の設備となっております。なので3100型の構造をベースに設計、製造されつつも、その需要を考慮しなくても良い新京成8万型については、同様の構造ながらこの設備は設けられていません。この他に3100型の車内における魅力、特徴としては、ハイバック化された座席があります。すでに三菱重工が納入する新交通システム車両や、京阪8000系、東急5000系列、2020系列などで実用例があるもので、京成でも掛け心地向上を目的に3100型で導入されました。こちらは新京成8万型でも導入されております。このハイバックロングシートは正しい着座姿勢を保つことで、掛け心地がかなり良くなることを体感できるものとなります。なので特に後ろが窓にかかる座席を中心として、寄りかかるような少し砕けた着座姿勢をとると、頭だけが宙に浮いて首が疲れるような感じをウプ主は体感しております。この車両をきっかけに、着座マナーの向上も努めていただけると幸いです。しかし窓の寸法に関しては従来車とそこまで大きく変わらず、はみ出した部分には黒いスペーサーがあるため、車外側から窓を見ると黒いスペーサーが目立つことが特徴となっています。このほかプラズマクラスター4発生装置の導入、各車両に1箇所ずつに増強されたフリースペース、誰でも使用可能なフリー Wi-Fi などの設備も備わっています。また車内の液晶ディスプレイ式案内表示装置については、こちらも京成では初採用となる各扉上に2画面を装備。左側に日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語表示が可能な案内表示を、右側には動画広告の表示がなされております。なお案内表示画面の表示スタイルについては、京急の1画面液晶ディスプレイ式案内表示装置のうち、2020年頃より採用されているロムと似た表示内容となっています。さらに防犯カメラも1両あたり3箇所、こちらも同様に扉の上の案内表示装置の横に装備され、
車内セキュリティの向上が図られております。新型3200型が登場。なぜ？ところで今後も3100型が増備されると思われた中、2024年からさらなる新型車両が登場する旨が出ます。その新型車両は前面を貫通構造としたものにされ、4両編成から8両編成まで2両単位で自由自在に編成替えができる、今の3500型のポジションを担う車両となります。そしてその新型車両こそ、2025年冬にデビュー予定の3200型なのです。3200型は先頭車と中間車のユニットの2両編成を基本構成とし、最小でそれを2ユニット連結した金町線などで用いる4両編成とした車両で、その4両編成を基本にユニットを1つ増結することで、本線の各駅停車などで使用する6両編成を蘇生可能。さらにその6両編成にユニットを1つ増結することで、本線の特急や快速特急などで使用するだけでなく、都営浅草線、京急線方面直通電車にも使用できる8両編成が蘇生できます。ライトをはじめとしたデザインなどにその面影はありますが、この新型車両3200型は3100型とは別の新形式になり、車内のデザインなども3100型とは大きく異なります。まず車体のデザインは3100型の面影を残しつつも、従来からの形成のラインカラーであるヒューマンレッドとフューチャーブルーを配した比較的シンプルな配色のものへ変更。車内も3100型では優先席で採用されているものと同等と思われる青系の花柄のモケットを基調とした配色とされています。ただし3100型で採用されたハイバックシートはコスト削減のためか3200型では通常の高さのシートへ。また先頭車最前部は貫通路の構成や衝突安全基準の問題ゆえか、3100型まで配置されていたロングシートの配置がなくなり、簡易的な背もたれがついた立ち席スペースになりました。その関係で3100型までの京成電車で存在した先頭車乗務員室扉横の窓も廃止されております。このように3100型と似ているようで結構違う3200型ですが、その登場理由は4両編成の置き換え用車両が必要になったことでしょう。3500型も3600型3668編成も老朽化が進んできており、その代替車両が必要となっているのが現実です。しかし6両または8両という固定編成化が進んだ現在の形成において、4両編成の需要は金町線程度とかなり少ないのが現実。予備編成含めて最低3本から4本程度もあれば事足りてしまうのです。一方でこの4両編成の必要数は場合によって変化することもあり、もちろんそれは6両編成や8両編成も同様です。今の3500型では列車無線更新の関係によって現在中間に入っている先頭車は先頭に出すことができず、6両編成5本と4両編成4本で事実上固定化されているのですが、3200型ではかつての赤電形式群や3500型と同様、組み替えをあらかじめ見込んだ構成で製造することによってこういった需給に対応できるような車両とされているのです。しかし3100型では柔軟な組み替えに対応できません。それこそ別形式として3200型が製造されたことではないでしょうか。3100型はなぜ少数派に終わった？このように3200型が登場することになった一方で、3100型は成田スカイアクセス専用の7本のみで導入が終了しました。当初はこの7本の製造の地に京成本線仕様の車両も登場する見込みで、実際に2021年度の移動等円滑化取組計画書に3100型5編成の導入が記され、すでに2020年度までに3100型は4編成が導入されていることから、2024年度に京成本線仕様の3100型が登場する見込みでしたが、結局2024年度に京成本線仕様の3100型が導入することはなく、新型車両3200型の導入へと切り替えられました。さらに3200型の導入が発表されたことに際して、3100型も当初は並行して導入する線も見えましたが、
結局は成田スカイアクセス専用の7編成で導入打ち切り、完全に3200型の導入へと移行するとしています。ではなぜ3100型の導入が終わったのか。その背景はウプ主の主観でしか推測ができないのですが、 COVID-19 感染症の大流行によるパンデミック状況で一時的に輸送量が急減したことを背景として、そういった一時的な需要にもより柔軟に対応できるよう、3200型のような需要に応じて両数を変更できる車両を用意して、より細かな車両需給へ対応ができるようにすることと、それに関連して売上が一時的に急減少したこと、および2020年6月と2022年11月に発生した脱線事故により、合わせて8両の3700型を廃車してしまったことが関連し、本来この時点ですでに3100型の導入によって廃車されているはずの3600型3688編成および3400型3448編成が現在も残っており、3500型および3600型3668編成の置き換えだけでなく、これらの置き換えも兼ねて車両の導入計画を変更したということが大きく関連するのではとウプ主は考えます。加えて売上が一時的に急減少したことについては、3700型の置き換え計画に影響が及んだのではないかとウプ主は考えます。実際2024年に入って3700型に機器更新車が出現するなど、今後も10年から20年程度継続使用するような動きがあり、30年選手でありながら新車への代替はまだ先のように見えます。さらに京成の車両導入計画に関するものとしては、この他にも2029年3月を基準に実施が予定されている成田空港の機能強化、特にランウェイ34センターおよびランウェイ16センターに改称される予定である B 滑走路として供用されているランウェイ34ライトおよびランウェイ16レフトを現行の 2500m から 3500m 程度に延伸する工事、および新たなランウェイ34ライトおよびランウェイ16レフトとなる予定の 3500m 程度の長さを持つ C 滑走路の整備に関する発着機能強化、およびこれに関連した現在3つある旅客ターミナルを1つにするワンターミナル化の構想が現在進行中となっていることがあります。この際発着機能の強化に伴って輸送量不足が見込まれることから、 JR 成田線京成線双方の成田空港内にある路線について、成田新幹線用に建設された設備をそのまま単線ずつに分けて使用されている現在の形態から輸送力増強を図るため、双方とも複線化する工事を行うことが見込まれております。となると京成線でも特に成田スカイアクセス線を中心にさらなる増発が見込まれることになるため、車両置き換えによる新車の導入を中断しないといけない時期が到来します。実際に成田スカイアクセス線の開業に際しては、スカイライナー用車両の AE 型8編成64両だけでなく、アクセス特急で用いる3000型7次車6編成48両を一挙に導入。現在の新京成に所属する車両を含めないで600両規模の京成にとって、一挙に100両以上の車両を投入する大型事業になりました。このための予算を確保する問題があったのか、京成本線仕様の3000型の導入が2008年2月に導入された3025編成を最後に一時的にストップしていたという過去がございます。その後2013年2月に3026編成が導入され、京成本線仕様の3000型の導入は再開されることになったのですが、約5年間増備がストップしていたというのは事実。このような大型投資を控えている上に、数年間新車を導入できないとなれば、その間の技術進歩などでより最新の技術を取り入れた車両を開発できるかもしれません。ということは、それを見越して3500型だけでなく、わずかに残った3400型や3600型の置き換えもするために、編成替えが容易な3200型を最小限だけ導入した上で、当初3100型増備車で置き換えを予定していたかもしれない3700型の置き換えについては延命工事を図った上で延期。成田空港ワンターミナル化に伴う増備車の導入を一気にするため、過去の事例のように数年間新車の導入をストップさせ、
その時期に合わせて輸送力増強用の新車を導入。そしてそれがほとぼり冷めたら3700型の老朽取り替えを目的に最新技術を反映させた新型車両を改めて導入する。パンデミックの影響による売上の減少や脱線事故による3700型の予定外の編成数減少も関連している可能性は高いと言えるのではと思いますが、こういったより規模の大きな未来の構想についても3100型の導入が7本という少数派でストップした原因ではないのかとウプ主は思った次第でございます。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによってなぜ京成3100型は成田スカイアクセス線の専用車両という形で予定外だったと思われる少数派になったことについて、2024年度以降は新型車両3200型の導入に切り替えられ、それと引き換えに製造が終了となったこと。3200型は4両編成から8両編成まで2両単位でフレキシブルに組み替えが可能なことが特徴の新型車両であること。3200型への導入に全て切り替えられた理由については、パンデミック状況下での売上の一時的な減少や2020年と2022年に発生した脱線事故で3700型を都合8両失ってしまったことなど、車両導入計画に関連するいくつもの想定外も関連すると考えられること。本来は3100型の増投入で3600型や3400型、3500型だけでなく3700型も代替する意図があったのではないかと考えられること。今後成田空港の滑走路増設による機能強化やワンターミナル化の構想など、京成にとって大型投資が予想される事柄があり、そのあたりの要素も関連するのではないかと考えられることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。